超えとんの？いや、とりあえずあなたのお手伝いする。何ですか？何ですか？いやあれ思い出すな。あなたが動画の冒頭からバットで布団殴っとった時。お悩み相談。イエーイ。お待たせいたしました。お待たせしすぎたのかもしれません。バターを 15g です。ちょっと奥様のお手伝いをしながら、いろいろやりながらお悩み相談に答えていくという。今回は恋愛相談編ということで、たくさん皆さんからのお悩みが届いておりましたので、恋愛過激派の私が答えていくわよ。あたいはちょっと豚の角煮の処理をしなければいけないので、また何かあったらまあ言うて。さてさて、どんなのが来てたかな。本題に入りましょう。ではまず出会いがありません。はい。最近別れたばっかで焦ってます。わかる。その気持ちわかるよ。まあでも焦らなくてもいいんだよ。と言いますと、焦ってる時ほどないからそういうの。まあ確かに。まあとりあえずお別れしたというのであれば、うんこう自分の好きなことをして、まあ趣味でも勉強でも、お仕事でもしてそういうのを楽しんでたら、こんなところでみたいなところで、確かに。出会いとかさ、確かにそうやな。意外と他のことに集中しとった時の方が出会いがあるから、周りの友達も多いよそういう子。まあ別れたばっかならね、まず自分のことを優先してもろって、そうそでまあそれが回復したらじゃないけど、まあ、次に行ける気持ちになったら行動し始めたらいいんじゃないでしょうか。そうだと思う。焦ってもしょうがないけど、まあ待っててそういう出会いがある環境ならいいけど、もう例えば女子校に行ってますとかさ、いう人やったらさ、まあないよな。もう完全に出会いがない人とかからしたら、もう何かしら行動するしかないよな。環境がどんな環境なんか分からんけど、まあそうやね、まあ、この人に限らずとも出会いがないって思ってる人はまあ結構いるやろうから。そうね。でも焦らずにやけど、焦るの言っても難しいか。焦るよな。まあ焦るわな。それは周りが結婚とか、ちょうど俺らぐらいの年齢になってきたらさ、まあ増えるよね。そう、周りが結婚しだしたりとかして焦るよな。私も焦っとったし。俺も毎日絶望しとったよ。日記教えてあげたら。日記な。なんて書いとったっけ。このまま死んでいくんだろうか。そうやそうや。奥さんも見つからず、このまま一人で悲しく死んでいくんやろうか。毎日考えない日はないって書いとったぐらいには、まあ絶望しとったから、まあ、焦りすぎも良くないけどね。まあ俺は自分でまあ行動せんかったら、あなたとは出会えてないやろうから、まあ気持ちの整理がついたら行動し始めましょう。行動しないことには、自分が持ってる運を発揮できないっていうのもありますから。でも運がいい人良くない人ってさ、おるやん。けどあれって全部思い込みらしい。そうなの？いやなんかとある実験で、自分のことを運がいい人間やと思いよる人間100人と、自分のことを運が良くないと思ってる人間100人集めて、まあ、じゃんけん大会させたらしいんやって。勝率五分五分だったらしいんよ。そうやから、もう運ってほぼ存在せんに等しいなるほどっていう研究結果が出とって、だけど運がいいって思っとる人は、まあ、それだけ行動しとる回数も多分多いやろうから、それであ、私って運いいんだみたいな思い込みができて、それがいい循環になっていくみたいなのもあるやろうから、自分のことを運がいい人だと思い込んで、そのマッチングアプリとかするってなっても、私って運いいはずだからそのうちいい人と出会えるよねって思いながらまあ悪い人に当たったとしても、あ、この人じゃなかったんだ、次行こうぐらいな感じでどんどん行動していくのがいいかもしれないですね。そうやな。思い込み大事。俺実際自分のことを運がいい人間やと思いよるけど、そう思っとったらほんまになんか運のいいこといっぱい起こっとる気するもん。あなたと出会えとも運やしな。まあ意外とそうなるって考えとったらそうなるかもしれない。そうってあるよね。あるあるある。引き寄せの法則みたいなのよう言うやん。意外と早終わった俺。早っ。あちきになんかできることはありませんわ。ねえか。横で立ってたら。立ってたら男の人に聞くモテテクを教えてください。何がいい？なんかある？モテテク？私はね、ちょっとこのモテテクというものに対して物申したい。物申す。アレン様風に言うと、そのステージで戦ってるやつだっていい男だっていないからそんなもの捨てちまいなさい。そうなん。はい、ですね、モテテクというもの自体がよろしくない。そう思います。わかりますかこの意見。それは妬みなの？
いやまされたことないからいやまあそれは入っとるやろうけど、されたことないからね、あなた。モテてくってさ、まあ、例えばさ、じゃあ仮にここで俺がさ、俺は女の子が髪かき上げてる動作とかがいいと思うなみたいに言うやん。これでこの小手先一つの技術を身につけてそれを実践して、それで釣れた男なんてしょうもないって。しょうもなくない？まあそうやから、そんな小手先一つのものを身につけるんじゃなくて、いやまあそれは努力する姿勢はね、素晴らしいものですよ、でもちょっと努力の方向性が間違ってるんじゃないかと。これでモテテクっていうものは俺2つあると思ってて、さっき言ったみたいな新しい男を引き寄せるとか釣るためのモテテクと、さりげない気遣いとか優しさみたいなののモテテク、この2種類があると思ってまして、だからこっちの小手先一つの髪かき上げるとか、さりげないボディタッチみたいな、そういうのを身につけるんじゃなくて、優しさとかちょっとした気遣いとか、そっち方向のモテテクなら身につけるの良いんじゃないかと僕は思うんですよ。なるほど。そうでもモテテクって俺がさっき言ったみたいなさ、髪をかき上げる、さりげないボディタッチみたいな、言い方なんだみたいな男を釣るためのものっていう方が蔓延してる気がするんですよ。なるほどね。なんかわかる気もする。やからね、そういうんじゃなくて、おっさんが言うてますもっとなんか気遣いとかはさ、付き合った後とかも使えるものというか、さりげないボディタッチとかもう付き合ってしまったらさもうそんなもう何もないやん。もうそこで終わりの技術なわけやん。だけどそういうのを身につけるんじゃなくて、いい関係性で折れるようなそういうことの方に時間を使いましょうっていうなるほどことを言いたかったわけですよ。そんなんでも伝えるむずくない？相手に好意を、確かに分かりやすいんがボディタッチっていう。なるほどね。確かに相手に好意を伝える時どうすりゃいいんですかって突っ込まれたら何も言えねえかもしれない。初手のあれとしてはええんかもしれない。モテてく初めの確かに分からんくないだってそうやな。人に好意を伝えようと思ったことが終わったなかったわ。ほんまやわ。初手の入り口としてはええかもしれんね。そうね。けどそればっか学び続けて、もうよりモテるためにみたいな感じでずっとその方向で学び続けるのはちょっとよろしくないんじゃないっていう。そうだな。けどなんかさ、恋愛ってさ、ちょっと面接に似てない？面接例えば面接とかやったらさ、君うちが第一志望って聞かれて、はい御社が第一志望ですって絶対言わないかんやん、それが本音か建前か置いといて。嘘つき大会じゃん。いやでもね、みんな心の中ではそう思ってるけど、やからといって何の準備もしていかずに面接に、私はこんな面接なんて意味ないと思うんですって言うて行ったら、他の面接とかを学んどる人たちよりも合格する確率が減るわけやん、っていうかほぼ受からんやん。もう恋愛も同じようなもんで、その他のモテテクとかを学んでる人たちと全然学んでない人からしたら、まあね、差が出ちゃうよね。そう異性と対決した時に差が出ちゃうから。異性と対決自分がいいなって思った人と出会った時に差が出ちゃうから、だから何の準備もしていかんもそれはそれで違うやん。やけんちょっと似とるなと思うやって。でもさっきまでモテてくなんてって言って多分俺は過剰にやりすぎとる世界に反発しとんやと思う。モテてこうね。そうそれこそ YouTube とかでさ、これをやったらイチコロよみたいな何を見てるんだいやとかさ結構あるやん。だけどそういうんじゃないやんって思ってしまうんやって。なるほど。そうだから結論としては、モテテクにとらわれるな。小手先一つの技術じゃなくて気遣いができる優しい人間になろう。今日のキーワードです。そうでございます。いい男の見分け方を教えてください。いい男ね、まず大前提としてパッと見でこの行動してたらいい男ですみたいなのはないよね。あくまで自分で時間をかけてあぶり出すじゃないけど、その人がほんまにええ人かどうかを見定める時間がいるっていうのは大前提で、俺の主観で言うとインスタにカフェの写真あげてない男が僕は信用できますね。最近カフェ巡り好きなのに SNS にカフェ巡りの写真あげてない男
これはめちゃくちゃ信用できます。それからインスタにカフェ巡りの写真を上げてる男はカフェ巡りしてる自分をフォロワー内の女の子にアピールするために写真を上げてます。アピールはダメなのですか？はい、ダメです。やめてください皆さん。女の子は上げていいんで。女の子はいいんや。はい、女の子がさSNS にカフェの写真上げとってさ、それがその異性に対してプラスになることなんて多分ほぼないやん。だけど男はカフェ行ってますっていうのをフォロワー内の女の子にアピールすることでプラスになっちゃってるからダメ。ダメ。フォロワーの中に女の子が一人もおらん男やったら別にカフェ巡りの写真あげるのは OK です。 OK です。ほんまに好きだったらどうする？カフェシェアしたいっていう。シェアしたい？フォロワー内男ばっかの男が SNS にカフェの写真あげるかな。あんまりないか。あなたと出会って初日でも言うたけど、俺はこの世から女の子が一人もおらんくなってもカフェ巡りを続ける男だけを信用する。ねえ、いやいや本名出すな。俺の寮時代の相部屋だった人ですね、一番仲いい人。あの人はいやあげてねえな。あげてないわ。そうだ。カフェ巡りの写真とかあげてない。もうやっぱり普通の男やったらあげへんのよ。普通の男言うな。いやだからそのフォロワー内に女の子がおらん男をやったらあげへんのよ。へえ。そうそうそう。だからカフェ巡りの写真あげてもええけどフォロワー内の全部の女の子を消してからあげてほしい俺は。厳しいわね。手伝って。はーい。やっとお仕事が回ってきた。でかくしたらダメよ。オッケー終わった。もうちっちゃめぐらいでいいから。オッケーオッケーオッケー。任せてちゃい。元お菓子屋の腕見したる。ちょっと切って切って。はーい。ふわふわでしょ。うまっ。焼きたてのパン最高だぜ。おー。おお。これが本当のタートルトーク言うて。どういう意味？あ、いいね。いい男の特徴はカフェ巡りが好きで SNS に写真上げてない男です。あとおすすめの男はですね、男子校出身とかやっぱね穴場ですよね。工業高校出身とかもうとにかく女友達基本いない系の人だったらもう付き合った時の安定感半端ないやん。なんせ女友達がいないんだから。俺も高専卒出身やから安定感半端ないやろ。実際俺が浮気する可能性とか完全に 0% やん。もしかして浮気するかもみたいなこと考えたことないやろ。ある。なぜ？夢で。夢で？ああ確かに言いよったな。それはちょっと俺にはどうしようもねえ。はあ。だってもう現実世界で女の人と連絡取ってもないのに浮気された夢見たって言われたらもう俺にはどうしようもねえよこれ以上。弥生完成です。おおいいね。かわいい。次はリチャード。これ私に似とるって言われる。でもまあなんか言わんとしおることはわかるわ。寝起きのあなたって感じ。バカにしてんの？いやいやいや自分で言うたんやんけ。恋愛経験が少なくて不安ですとのことです。大丈夫だよ。いいんだよ。いやむしろプラスよね。いいと思うね。あまり知りすぎるも良くない説ありますから、恋愛経験が少ない人は少ない人で男の人に恐怖心とかあって一歩を踏み出す勇気がいるかもしれんけど、男側からしたらね恋愛経験が少ないっていうのはこんなマイナスにあんまなりようがないというかむしろプラスの要素な気がするけどね。プラスなんや。なんで？だって恋愛してなくても今まで生きてこれた自立してる女性って感じするくない？恋愛に依存せんでも生きてこれたってわけやん。めちゃめちゃ俺からしたら印象いいなと思うけどね。何も不安に思うことないっすよ。まあそれは男の人は怖いかもしれんけどね、周りのあれとか比べちゃう、そうやな。周りの人の話とか聞きよったらまあ怖いって思うこともあるかもしれんけど全然いいよね。ですよ。自分のペースでいいんだ。そんな無理にね恋愛に踏み出してくださいって言うつもりもないけど、でもまあ1ミリでも興味があるんやったら早めに歩み出した方がええ説はあるよね。性格のいい人はどんどんマリッジですから。なんて？マリッジですから。マリッチが。もうどんどん母数はまあその性格のいい人とは言わんくてもそもそも母数がどんどん減っていきますからね。確かにそれはあるわ。まあやからって恋愛経験が多い人は多い人で別にそんなマイナスってわけでもないと思うけどね。いろんな
酸いも甘いもじゃないけど、自分にこういう人が今まで私とうまくいってたなみたいな人の傾向がわかるわけやん。やけんその人はその分強いよねっていう強みもあるし、短所は長所、その短所を長所に変えるかどうかは自分次第よ。自分次第よ。頑張っていってらっしゃい。誰めっちゃベルじゃね。もうベルじゃん。ちょっと見したいかわいい。めっちゃベルや。ベルやわ。これを上にくっつけて。ベルやわ。いいね。カメちゃんこっちで撮ってよ、こっからこの価格は譲るぜ。はじめまして。前からおきず Vlog 見させていただいてます。亀子さんの動画を見てとてもほっこりした気持ちになりました。これからも動画楽しみにしています。質問箱にコメント入れられなかったので DM に失礼します。社会人2年目なのですが、同期の男の子にとても話しやすい子がいます。一緒にいると家族みたいに安心するのですが、彼は別の同期に気があるみたいです。彼とどうなりたいっていう強い気持ちがあるわけではないんですが、なんだか寂しい気持ちになってしまいます。最近は恋愛の曲ばかり聴いてしまいちょっぴり切ないです。かわいい。男の人に聞いてほしいなと思って送らせていただきました。なるほどね。ですってよ。なんとも可愛いエピソードじゃないの。でもさ、どうにかなりたいってわけじゃないけどちょっぴり寂しい気持ちになってるんだったら、それはどうにかなりたいってことなんじゃないんですか、警部。確かに。そうっすよね。そう言い聞かせてんじゃないの。確かにね。切ないね。切ないね、これは。あるよね、そういうの。好きな人は他の人が好きで。まあ確かにね。そもそも自分が好きな人が自分のことを好きになってくれるっていうのがね、なかなかよくよく考えてみれば奇跡みたいな確率っすよね。でもやっぱり多分このパターンやったらもう自分からどうにか動いて異性として意識させるしかないっすよね。こんな時に。私やったらそうする。そうする。こんな時に使えるのがモテてくってやつですね。そうですよ。こういう時に使うんやろうな。そういうことか。俺がこの人の立場になったらどうするやろう。どうすん。正気が見出せたら行く。可能性が。そうでも男ってさ、なんだかんだ結局最後はドキドキとかよりもさ、安心感の方が取るの。俺やったらそう思うけどね。恋のドキドキみたいな、そんなもう10年20年続くもんでもなし。じゃあ可能性があるということでよろしいでしょうか。その男がちゃんと見る目があればあなたの方を振り向いてくれるわ。やけんプレゼンしたらいいんじゃん。なんて。長い目で見て絶対私の方がいい。相手どんな人なんやろうね。確かにね。でも同期の男の子にとても話しやすい子がいます。そう、話しやすいって一番いいですから。その人が昇進するのを狙いましょう。他に気になる同期のところに行って玉砕してするかどうかも分からないもうその時はもうその男に見る目がなかったということで諦めましょう。でも同期ってことはほぼ毎日会わなあかんねんで。確かにそれつらいな。簡単にいけませんやん。めっちゃ嫌やなそれ。結論、寂しいって思ってるんだったらそれはどうにかなりたいってことやそういうことだ。後悔しない方を選んでください。めっちゃベルやんキャワじゃん。いいね。お次のお悩みに行きましょう。勉強すると恋愛の方がおろそかになり、恋愛すると勉強の方がおろそかになるというその両立に悩んでるみたいな難しいよのがありましたね。あなたはどうしてるんですか？どうしてんだろうね。どうしてんのでも受験生の時は私無理やった。さすがにね。受験はむずいよね。どっちかじゃダメなのか。どっちもやりたいのかな。どっちもやりたいんでしょうよ。絶対どっちかに偏りは出てしまうよね。もうどっちとも 50%50% でやるっていうのは無理やと思うから、俺は恋愛と勉強の両立に悩んだことはないけど残念なことに残念なことに俺はないけど悩むこともできんかったおいおいおい、うるせえな。贅沢な悩みなんじゃないですか。確かにね、幸せな悩みではあります。幸せな悩みで、俺もその学校の勉強と今の音楽の仕事にするための勉強の両立、みたいなのは悩んどった気がするから、その時の気持ちで考えたらその比率を意識的にコントロールするしかないんじゃないですかね。でも恋愛と勉強だよ。難しくない？だけどもう今日は勉強 80%、 恋愛は 20%。 むずむずくない？無理。そりゃ悩むよ。
むずいもん。いやでもどっちも100にはできんわけやん。時間は有限ですから、選ぶしかないと思うけどね。どっちに偏りを持たせるか。無事。メリハリつけるの大事じゃない？彼氏がおる人やったら、昨日はいっぱい彼との時間があったから今日は勉強頑張ろうって。そうね、そうやってやるしかないよ。恋愛をモチベーションに勉強頑張るみたいな。意識的に、自分の中で今日はこの日って決めとったら、その無意識で昨日恋愛ばっかりだったってなるよりかは、もう今日はこの日って決めとった方が精神的な、もう自分で決めたことやから、そうね、もう割り切れるんじゃない？そっちの方が。何の勉強なんやろ？いや勉強としか。受験生とかなんやったらまあ確かにね、受験とは両立できる気せんな。じゃあ今あなたが今から受験になりますってなったらどうする？どうする？も勉強するしかないでしょう。俺がたみちよーって。待っときなさい。強待っときなさいって言うわ。強えな。完成。いいね。ベルパンたぬきちパンです。いやでもやっぱこの動画はあなたの相づち能力が光ってましたわ。そうですかい。やっぱ俺はね、このどうしても喋ってる時は、いい意味でも悪い意味でも一点集中というか、もうちょっとつ盲信タイプになってしまうから視野が狭くなりがちなんよね。そうね。そう。それをあなたの相づち能力で感じに調和してくれる。そうですかい。俺が多少暴れても拾ってくれる。この動きができるね30万人 YouTuber はいないよね。もうほぼ裏方の動きなんよ。でも俺カフェ巡りのことをさ、なんかいろいろ言いよったやん。よくよく考えたら俺も普通にインスタにめちゃめちゃカフェ巡りの写真あげとんよな。そこ突っ込まれそうやなと思ったけど。確かに。じゃあダメよ。俺なりには理論があるんやけど。理論って何？実践。言い訳がましく見苦しく見えるかなと思って。言わんの？そうかい。なので概要欄にカフェ巡りの写真とか上げてるインスタ載せてます。怒られるぞ。コメントでこのお悩みに対して私はこう思ったけどなみたいな意見もあると思うんで、それも楽しみに待ってます。お悩み相談なんてね、正解はないですからね。何正解ないって？いや、俺の意見が絶対正しいってわけじゃないからって。そうね。そう亀目線の一つのね、考えとして参考になった。そうでございます。なのであくまで参考程度に。正しくない場合もあります。全然正しくないと思うで。自分がなりたかった像なの。嫉妬からそういう男はやめとけよと。そう多分この意見も俺が昔からインスタにカフェ巡りの写真上げとってモテとったりとかしたら多分出てない意見ない。多分もうほぼ 100% の嫉妬でしかない。嫉妬だ。嫉妬チャンネル。あとマシュマロってやつ、お悩み相談とかを匿名で募集できるみたいなやつありますね。もう概要欄に載せたんで、インスタのアカウントからでもちょっと送るん。ちょっと嫌って。そうなんかバレたくないっていう感じ。ガチ匿名がいいみたいな、お悩みとかありましたらそちらの方にお願いします。お願いします。勉強しよっと。俺も仕事せなか。バイバーイ。バイバーイ。